皆さんこんにちは。今回はこれを見てくださっている水亀座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングを行っていきたいと思います。今ですね、見てくださっている皆さんのこの瞬間がタイミングというタイムレスリーディングとなっておりますので、惹かれるメッセージをお受け取りいただいて日々の生活にご活用いただけたらと思います。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しく思います。ではですね、早速始めてまいりたいと思いますので、まずはですね、現状、水亀座さんの今の現状をちょっとね、カードで見ていきたいと思います。はい、まずこちらとこれがすごく気になるのでこちらにします。はい、それでは上から見てまいります。せーの。はい、死のカードですね。はい、そしてせーの。はい、ペンタクルの6番が出ています。はい、すごいね、死のカードがまず一番最初に、出てきてくれたメッセージなわけなんですけれども、見てくださっている方の中にですね、もしかすると今このタイミングで何かが切り替わっている、切り替えのタイミングという風な時期を迎えている方がいらっしゃったりとか、あとは節目だなっていうところでご自身がね、ステージがちょっと変わりましたっていうような方もね、いらっしゃるのかなっていうところで、何かが一段落終わって、何か一段落って言っても、もしかしたらその終わるまでにはいろんなお気持ちの葛藤とかね、そういうふうにご自分が揺さぶられるようなことっていうのが若干終わりだった方もいらっしゃったかもしれないですけれど、そういう出来事的な何か節目、何か切り替えるというようなタイミングを迎えて、ご自身がそこから何かを悟ったようにですね、動き始める、何かがご自身の中で軌道修正じゃないのですけれど、転換しているような状況っていうのをですね、メッセージが伝えてきてくれている部分ですね。そこが一番最初の部分なので、ちょっとね、大きかろうとも少ないというかね、ご自身の中で小さいことであったとしてもですね、どちらにしても何かしらの現状の中で変化、ご自身が思っても見なかった変化っていうような方もいらっしゃるでしょうし、もうこのタイミングでこうなるのは必然だよねっていうような、ご自身の中でちょっと悟っているようなね、お気持ちの中ではもうそれが来るのがもう当然だったみたいな風に捉えている方もいらっしゃるでしょうし、いろんな意味でですね、そういう節目を迎えてるよっていうこと、そこから何かご自身のバランスが良くなってるっていう風に伝えてきてくれているのがこちらのカードなんですね。いろんな出来事が終わりになって、先ほど申し上げましたけれど、お気持ち的にちょっと揺さぶられたりとか、どうしてっていうような気持ちがね、ちょっと出たよっていうような方もいたかもわからないけれど、そこから何かご自身の何かお気持ちの悟りですよね、そういったことがあって、バランス的に落ち着いてますっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。いいとか悪いとかというような、現実的にそうやってね、ご自分の頭で考えて判断するというよりかは、どちらかというとすごく客観視できるような状況、ご自分のポジションがとてもしっかりしていて、落ち着いた状況の中でね、物事の判断みたいなことができるよっていうことですね。そういうふうなところでお人に対してちょっと優しさが芽生えてくるようなことがあったりとか、ご自身の中にこういった出来事があったんだけど、逆にそこからご自身のお気持ちに余裕が出てきたよっていうようなことが体験的にあるよっていうような方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。そしてですね、こちらのカード、もう一つね、お伝えできるのは、そういった出来事が起こった時に、なんでっていうような気持ちがね、出てくる方っていうのもいたかもしれないですけれど、そこからご自身の中で、その出来事があったことによって
別の出会いであったりとか、ご自身にとって、こっちの方がバランスいいよねっていうような出来事っていうのがご自身の現実の中に見え始めてますよっていう方もですね、若干いらっしゃるのかなというようなところをですね、伝えてきている部分があって、いろんな意味で、変化のタイミングでありながら、すごくご自身にとってはプラスに作用している、ポジティブに作用し始めているよっていうようなこと、まだちょっとね、現実的にお気持ちの切り替えがね、そんなにすっきりできてないですって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれど、長い目で見た時にはすごくご自身にとっていろんな意味で余裕をもたらすような出来事ですというようなことですね。そういうふうにお伝えできるかなと思います。で、今すごく転換期っていうところでは大切な今ね、お過ごしの日々っていうのかな、そういう風に過ごされているよって方も多いのかもわからないので、結構重要なタイミングかなと思いますが、ここから急激に決まっていくことであったり、流れというものですね、早速見ていきたいと思います。早速出てきました。こちらですね。はい、こちらと、はい、今回なんかすごくこう勢いがありますね。はい、まずですね、こちらから見ます。せーの。はい、カップの6番です。はい、こちらが出てます。そしてせーの。はい、ペンタクルの2番が出ています。はい、まずですね、急激に決まっていくことというテーマなんですけれど、今カップの6番が出てきてくれているので、何かこう過去においてのご自身が今までもう一回やってみたいなとか、ちょっと惹かれるなっていうような出来事に対して、カルマ的に何かネガティブな感情を持っているというよりかは、どちらかというとポジティブに、あの時は良かったなっていうような、どちらかというと懐かしい気持ちであったり、胸がこう熱くなってくるような気持ちの体験っていうのがね、あったりしたことってあったかなというふうに思うのですけれど、そういったこと、ご自身が過去を思った時にちょっとこう懐かしんだりとか、嬉しいなとか、あの時良かったよねっていうようなことにおけるお気持ちですよね。そういったことが何かこう急展開で起こってきたりとか、もしかすると懐かしい友人との出会いによって新たな流れ、新たなものがこう始まっていく、今始めていることであったり、今お勤めされている方、お仕事なんかされている方っていうのもいらっしゃると思いますけれど、そういった仕事だけではなくて、何かご自身の将来的なこと、現実的にすごくこうポジティブに前向きになれるようなことっていうことに、すごくこの昔の気持ちであったり、昔の同僚であったり、昔の友人とかね、そういった方が何かこう関わってくる、急激に何かそういった流れを呼び起こすようなことを伝えてきてくれてるんですね。で、それが何かご自身にとってすごく、将来づくりにおいてすごくね、こうポジティブに作用してくる流れっていうことを今この2枚のカードからとても強く感じていて、そしてご自身が、お仕事今すごく忙しいっていうような方もですね、きっとその何かこう新たな出会いによって、出会いっていうのはその過去における何か出会いであったりとか、ご自身が懐かしいなっていうふうに思ってるようなことに対してもう一度このタイミングで出会うことによって疲れない、そうやって疲れないでお仕事、今現実的に進めていることも上手にできるし、新たに加わったそういった出来事に対しても柔軟性を持ってできるような、すごくご自身の身軽さみたいなものも示してきてくれてるんですね。で、思い当たる方であったりとか、もしかしたら急にね、誰かから誘いが来てちょっと合わないっていうようなね、同窓会的なそういった出来事が起こりうる方っていうのも出てくるかもしれませんし、もしかしたらご自身が意図していないところで今元気にしてたみたいな風にメッセージが届いたりとか、そういったこともあるかもわからないですし、あとお人によってはですね、何かこう今まで付き合ってた方、親しい関係性の中における友人であったりとか、そういった方からの何か刺激を受けるようなことっていうのもですね、若干示してきてるのかなと思います。懐かしいなっていうお気持ち、その
ご自分がね今ちょっと疎遠になってる方っていうのも一つあるかもしれないですし、今でもなお関わってる方の中にそうやってですね、なんかあの時こういうことしたよねっていうようなお話から盛り上がってですね、そして何かが始まっていく、何かご自身がそれに対して巻き込まれていく、いい意味で巻き込まれていくようなことっていうのを示してきてくれていて、ちょっと早速ねアドバイスを見ていきたいと思います。こちらと2枚ポロポロっと出てきましたので、ちょっと同時にね見ていきたいと思います。まずこちらから開けます。せーの、太陽のカードです。そしてですね、せーの、まずですねペンタクルの5番、そしてソードのナイトが出てますね。すごいね分かりやすいというか、今この太陽、そしてペンタクルの5番、太陽っていうとどちらかというとワクワクであったり感謝であったり喜びであったりっていう風にご自分の感情的に見た時にすごくポジティブっていうイメージが湧くと思うんですよね。なんか成就してたりとか満足感みたいなものを示してきているメッセージなわけなんですけれど、それと反対のペンタクルの5番というのが出てきていて、やはりご自分の中での不足感ですよね。もうちょっとご自分の中でこうしたいとか、こうなるはずだったのにとかですね、そうやって何かご自分の中で足りないというような感情を使うよというようなアドバイス的に真反対のアドバイスが出てきている部分なんですけど、これちょっと直感的にどういうことかなっていうふうに感じるときに、今若干ですね、いろんな意味でご自身が節目を迎えている、何かご自分が変わらなければいけないっていう風に必然的に流れがそういう流れになりうるっていうようなね現状メッセージ示してきていた部分があって、そこからご自分がバランスをとってですね、平行感覚でご自分の本当の意味でね何を求めているのかなっていうようなこのバランスですよね。客観的な視点に立ってどちらかに偏ることなく、しっかり現実を見ていくことができる、ご自分としっかりと向き合っていくことができるような、今ね現状としてメッセージありましたけれど、今ねそういう意味では重要な節目というかね迎えている方、水亀座さんの中にもしかしたら多いのかなというような印象を受けるメッセージだったわけなんですけれど、これってやはりねこういったメッセージの部分のアドバイスっていうのがすごく重要で、何かしらご自分がやっぱり振られるようなこと、この現実を見た時にまさに何か起こりうる、起こってますよっていうような方いらっしゃった時に、どうしてこんなことが起こるんだろうかなっていうような、ご自分の中で望んでないよっていうような感情を使ってしまうと、やはりねそちらの方が流れてきてしまって、結果的にねご自分がチャンスっていう風に今ねいろんな人からの何かご自身に対してポジティブに作用する流れ、なんかこんなことしてみないとか、あの時こういうことしたの楽しかったよねっていうようなところから盛り上がる、何か急激にねご自身の中での人生が動いていくような展開っていうのをストップさせてしまうことになるっていうことを伝えてきてくれているのがこちらのカードなんですよね。なので今の状況をしっかりと把握していくっていうのが、まずはこちらの2枚のカードが重要だよっていうことを伝えてきてくれていて、この今起こっている出来事、もしね意識的であったとしても、無意識的になんか変化っていうものを感じていて、ちょっと恐れを感じてるなとか、ご自身の中に不安が湧いてるなとかっていう、そういう小さなことで、小さいっていうかね、感情的なことを捉えてるって方も同じような意味合いで捉えていただけるといいかなと思うのですけれども、そういった何かご自分の中にもしかしたら変化が起こるかもしれないというようなところで不安を使ってしまうのではなくて、そのことによってご自分がさらに平行感覚、ご自分の中で本当にねしっかりとした、客観的視点で現実を見ていくことができる器作りを始まっているんだ、ご自分の中でこれは最善に起こっていることなんだっていうふうにご自分がしっかり理解していくこと、そしてそれを腑に落としていくことによって、そのワクワクするお気持ちであったりとか、これからどうなっていくんだろうなっていうようなその仲間との出会いですよね。そういったことっていうのを作り出しているっていう、まさにご自分の意思に沿って作り出していく展開ということをですね、アドバイスで伝え
えてきてくれてるのがこちらの2枚のカードなんですね。なので今もしね、小さいことであったとしても、意識的であったとしても、無意識的であったとしても、自分のお気持ちどっちかなっていうところをしっかりと向き合った時に、次に何が起こってくるかっていうところで受け取っていく大きさであったりとか、その流れっていうのの、進み具合っていうのがちょっと変わってくるよっていうことを伝えてきてくれているのがこちらのねアドバイスになっていて、そこからのソードのナイトなんですよね。決めたらご自分がしっかり前に進む、ご自分に集中するっていうことをですね伝えてきてくれてるのがこちらのカードなので、今の現状をしっかりと把握していくっていうことが今の水亀座さんの部分においては、やはり次の展開にいろんなこと、ご自分の中にチャンス、なんかこれやってみないとか、あの時の楽しかったこともう一回やってみようよっていうような、仲間とこうワイワイする、楽しむ、喜び、ワクワクみたいなことが、展開しうることっていうのがですね、この先待ってるんだっていうことをカードが伝えてきてくれてますから、まずはご自分にしっかりと集中する。その出来事っていうものがあった時に、どうしてもその出来事っていうところで自分を置き去りにしてその現実を見てしまうと、やはりですね、苦しいとか辛いとか、こんなはずじゃなかったとかっていうようなお気持ちが先立ってしまって、どうしても先に進めないとか、進みたくないというようなねお気持ちになってしまうことにつながってしまうということもですね、こちらのカードが伝えてきてくれていて、やはり何かこう自分の中でやっぱり即断していく気持ちであったりとか、そこでねもう決めていくっていうような、やはりこうご自分の意思ですよね。意思を持ってその先に行くぞっていうようなところでのね、何かこう一つ決心じゃないんですけれど、やはり一つねお気持ちをこうっていう風にちょっとこう踏ん張るっていうのか、ちょっと前に進むというようなところですよね。そういうところがちょっとご自身の中で意識的にされると、さらにねこれから決まることの中での流れがどんどんとこう舞い込んでくるようなことっていうのを現実的に見ていくようなことにつながっているのかなと思います。はい、そしてですね、この度のテーマをねちょっと見ていきたいと思います。こちらです。はい、ではねテーマ見ていきます。せーの。はい、素晴らしい。ペンタクルの2番です。やはりですね、これからというものに対して優先していくっていうこと、今現実として得てること、テーマはやはりですね、ご自身の中でこれがまさにやりたかったっていうようなところがまずテーマになっていて、いろんな意味でこうフットワーク軽く、もしかしたらご自身の潜在意識下の中に一つだけではなくて、いろんなことを挑戦してみたかったとか、いろんな人と話してみたいとか、そうやってご自分の中にいろんなね、何かこう一つの物事に縛られずに自由さみたいなものを求めている部分っていうところのテーマですよね。そこを一つ伝えてきてくれているのがこのカードですね。で、同じように出てきてくれてますから、これがですね、何かご自分の中で今このタイミングすごくですね、今だからこそできるというのかな、そういうふうにも伝えてきてくれている部分があって、ちょっと前であればご自身の中でやはりね思考が優先してしまって、これもあるんだからさ無理でしょっていうようなところで諦めてしまうようなことになったりとかっていうふうにね、ご自分がちょっとこうその先に行かずにっていうようなところの選択肢を選んでしまうことになってたのかなというところもちょっと感じる部分としてあって、今ねこの現状としてなんかいろんなことが起こりうるというのか、起こってますよって方も実際にいるのかもわからないですけれども、その中でねご自身のその客観的なポジションですよね、それをしっかりと持っているからこそ、このねご自身がいろんなものが入ってきた時にも OK を出せる状況っていうところをですね伝えてきてくれていて、本当にこれをご自身が今は望んでるんだっていうところをですね、カードはまさにテーマとして示してきてくれております。ここからのさらにアドバイスをオラクルカードで見てまいります。はい、こちらです。ちょっとね2枚出てきました。ちょっとねこれ見てきますね。もう1枚こちら引かせていただきます。こちらです。
はい、じゃあこちらから見ていきます。せーの、はい。まずこちらですね。そしてこちらです。せーの、はい、こちらです。はい。今この3枚を見てブワーッと今なんかイメージが湧いてきた部分というのか、直感的に浮かんできている部分があるんですけれども、いろんな今まで希望があったっていうようなところの、まずなんかこうストーリーみたいなものがちょっとこう伝わってくるんですよね。ご自身の中にいろんな夢とか希望とかっていうようなことがあったにせよ、すごく今までであれば現実的にどうしても追われてしまって、そこからですね、ご自身の中でいやこれはさ無理でしょっていうようなところで、やはりですね、ご自分がしっかり生活をするっていうようなところにすごく意識を向けるべくして、希望をね、もしかしたら諦めてきたというようなことであったりとか、夢は夢でしょっていうふうに自分に言い聞かせてきたようなことっていうのがね、終わりだった方ももしかしたらいらっしゃるのかなというようなメッセージなんですけれども、そこからいろんな意味で誘惑というのかな、ご自身の中でこれもやりたいしこれもやりたいよねっていうようなところを今まではね、こう自分を守るべくしてストップしてきたっていうようなことであったりとか、やっぱこの時にはこうしなければいけないみたいな規則であったり決まり事っていうのは、小さい時から親から学んだりとか先生から学んだりとか、いろんな意味でこう教えられてきたことっていうのがそれぞれに終わりだったと思うのですけれど、その中でね、人にどう思われてしまうかなとか、ご自分がこれをやった時にはこれもねどうしなきゃいけないかなとかっていうふうに、いろんなことをね取り巻く環境の中でご自分がね、ご自分をしっかり表現するっていうようなことを忘れてしまっている部分っていうのも若干終わりだったかもしれないのですけれども、このタイミング、いろんなことを境にして、ガラガラとそういった観念概念ではないのですけれど、ご自分の中のそういった思考パターンみたいなものも必然的に切り替わってきてるよっていうふうに伝えてきているのが、このスターキーパーのカードからすごく感じるんですね。で、今これがすごくこう水、情報っていうのかな、ご自分の中のいろんな情報、こういうこともやれる、ああいうこともできるみたいなポジティブな可能な、自分の可能なできる限りのやりたい、なりたいみたいなところの、そういった情報が今急激にご自身のエネルギー的なものにも作用してるんだってことを、こちらのカードが伝えてきてくれてるんですよね。で、今ここに本当であれば川が流れてるはずみたいなところなんですけれど、実際ここに今水がない状況っていう部分を感じた時に、やはりですね、この今ある情報、これが今急激に流れてきていて、ご自身を潤わせて、そしてもう一度あの時はできなかったかもしれないっていうようなことであったり、あの時楽しかったよねっていうような体験に対してもう一度繁栄発展させていく、終わりにするのではなくって、それを何かこう継続して続けさせることもできるんじゃないかみたいなところでですね、ご自身が何かをこうスタートさせる、それがすごくね、ご自分の人生におけるワクワクであったりとか、惹かれることにつながってるってことを伝えてきてくれていて、それがいい仲間との出会いであったりとか、もう一度そういった仲間と何かやるというところでのさらなるチャンスであったりね、そういうふうにこう喜ぶべきことにつながってるっていうことを伝えてきてくれてるのが、まさにこのオラクルカードからのヒント的なメッセージなんですよね。なので今すごくね、書き換えのタイミングっていうのも伝えてきてくれておりますので、そうやって今まではご自身の中でね、いやあれは過去のことでしょっていうような楽しかったことであったりとか、ご自身の中でもう今だったら無理だよねっていうふうに今ね思ってるようなことさえも、何かねこれからそうやってこうできるようなこと、やれるようなことっていうものにですねつながってたり、それがですね過去の何か仲間ともう一度再来することによって、そういった気持ちであったり、なんかエネルギー的に情熱がすごい湧き上がってくるようなタイミングになったりとか、フットワークが軽くなっていく、なんか体が軽いとかね、そういう風にいつからでも始められるんだ、年齢本当に関係なかったんだみたいな風に思うようなことにつながっているのかなという風に思いますから、すごくなんかねこうポジティブに広がっていく
くようなイメージっていうのがすごいね、全体的に伝わってくるようなメッセージでした。何を今ね、現状で一番大切なのはやっぱりね、この何を今ご自身の中で捉えてるのかっていうところでね、ポンポンポンとお伝えさせていただいたね、この辺のメッセージありましたけれども、ぜひね、ヒント的にご活用いただいて、ご自身の中にね、さらなる繁栄発展をですね、招いて、そしてご自身がもっともっと楽しい現実になっていくんだっていうところに目を向けてね、さらなる最善最高の日々を送っていただけるといいかなと思っております。いかがでしたでしょうか。水亀座さんの急激に決まることのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それではこのね、すごくいろんな可能性あふれるこのタイミングを皆さんがぜひこのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまたお会いいたします。どうもありがとうございました。